皆様こんにちは、セリナです。今回は1月20日発売、スック2023春カラーコレクション草木染めより新作のトリートメントラッピングリップ全色とシグニチャーカラーアイズの新色2色、ニュアンスアイライナーの新色1色をご紹介していきます。今回のコレクションで特に大注目なのはこちらの新作のトリートメントラッピングリップですよね。私も発売前からかなり楽しみにしていたアイテムで、事前の予約抽選で限定色を含む全色を無事予約することができたので、それぞれのカラーの違いなどをしっかりとご紹介していきたいと思います。また、シグニチャーカラーアイズの新色2色とニュアンスアイライナーの新色1色を使って2パターンのメイクルックもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドの春コスメをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スック2023春カラーコレクション草木染め。柔らかく優しい色をまとうたびに安らぎに包まれる、そんな草木染めの色彩をメイクに落とし込んだカラーコレクション。草木染めのように様々な色と色が重なり合うことで生まれる唯一無二の美しさ。始まりの季節、希望にあふれたメイクアップの完成です。今回ご紹介するのは、スックトリートメントラッピングリップ。まるで素の唇が綺麗であるかのような血色感とヘルシーなツヤ感。唇の潤いをしっかり閉じ込め、塗っている方が荒れにくいほどの美容液効果を発揮。ケア効果と洗練された色艶を両立するリップが誕生しました。肌なじみが良く自然に美しく彩る旬の色味を厳選してラインナップ。程よい透け感とツヤ感で美しい唇を演出します。カラーは新色5色。01番の透け桜。光に溶ける桜の花びらのようなピュアピンク。ほのかな色付きなので下地としてもおすすめ。02番の淡羽色。スタイリッシュでモードな印象に仕上がるほとんど赤みがないキャラメルベージュ。しっかりアイメイクともマッチし絶妙なバランスに。03番のみつこめ。口元に軽やかさを感じさせる黄みがかったコナレブラウン。春のエアリーな雰囲気をまとって。04番ツヤレンガ。赤みとブラウンのバランスが絶妙なテラコッタ。大人の余裕を感じさせる一色。そして05番の許し色。大人な可愛らしさを引き出す青みピンク。可憐な花々の甘さをプラス。そして限定色101の白すみれ。透明感を与えるクリアパープル。唇をみずみずしさ、澄んだツヤで満たして。以上の6色が発売されました。続いてシグニチャーカラーアイズ。芽吹きの季節の温かみと柔らかさを感じさせるパレット。メインカラー2色はマットカラーで目元をじんわり染め上げ、リップカラーは揺れるような輝きを秘めながらそっと深みを添えます。草木染めのように調和することで生まれる美しさを目元に。今回は定番色となる12番のくるみ染め。トーンの異なるブラウン2色のメインカラーがシナモンやコーヒーで染め上げたようなクールな目元を演出。ゴールドパールが揺らめく巧妙なグリーングレーのディープカラーでニュアンスをプラス。13番のランマン染め。花びらから抽出されたような絶妙な色味で春らしい華やかさを演出するウォームカラーのパレット。肌なじみの良い使いやすい色もマットとパールの異なる質感が重なることで一味違う目元に。最後ご紹介していくのはニュアンスアイライナーの新色04番のボルドー。淡くくすませ白さのニュアンスを加えたビーツのようなボルドー。温かみがありながらも洗練されたスタイリッシュなカラーに。まずは大注目のトリートメントラッピングリップからご紹介していきます。
今回グロスとこちらのリップが入れ替えとなったそうです。まずは01番のスケ桜です。こちらは下地としてもおすすめとのことなので、発色はかなりナチュラルです。手元で見た時よりも意外とグロスらしい、しっかりとした膜感を感じるタイプです。はい、01番はこんな感じです。光に透ける桜の花びらのようなピュアピンクという説明の通り、手元で見た時はもう少しクリアなピンクに発色するかなと思いましたが、少し青みも感じるような絶妙ピンクカラーがとても可愛いです。ベースとしてももちろん使いやすそうですが、これ1本でもいいですよね。質感としては思ったよりもグロスに近いような感じで、少し厚みも感じるような膜感が唇を覆ってくれます。色持ちがいいタイプというよりも、保湿とグロス特有のツヤ感とふっくら感が出てくれるようなリップですね。続いて02番淡羽色です。こちらは個人的に一番可愛いなと思ったカラーです。ほとんど赤みがないキャラメルベージュとのことですが、唇の上にのせると元の唇の血色感と合わさってすごく可愛いカラーになります。はい、02番の淡羽色はこんな感じです。ほとんど赤みがないキャラメルベージュのカラーということで、手元で見た時はもう少しクールな印象によるかなと思いましたが、唇の透け感も残るので、元々の唇の血色感と合わさって柔らかいベージュカラーに発色してくれました。すっくらしいトレンドっぽさも感じますが、エレガントで柔らかい印象もあって可愛いですね。ヌーディーなカラーだけど、ちゃんと顔に血色感も残してくれて使いやすいと思います。続いて03番のみつこめです。こちらは黄みがかったコナレブラウンということで、手元で見ると結構黄色っぽい発色だなと思いました。でも唇の上に乗せてみると、やはりこちらも元の唇の血色と混ざり合って、とても可愛い発色に変化しますね。はい、03番のみつこめはこんな感じです。こちらのカラーは手元で見るとかなりイエローが強い明るいブラウンカラーなので少し使いにくそうかなと思いましたが、唇の上に乗せるとまさにカラー説明の通りコナーレ感のある大人っぽい明るめオレンジブラウンという感じで、可愛らしい印象に寄りすぎないけどちゃんと明るさも出してくれて、さすがスックという色出しですね。ブラウンカラーだけど春らしさもあってとても素敵です。続いて04番ツヤレンガです。こちらも赤みとブラウンのバランスが絶妙なテラコッタというカラーで、全体的にブラウンニュアンスを感じるようなカラーが多いですよね。今回の新色の中でもこちらのカラーはかなり発色がいい方です。はい、04番のツヤレンガはこんな感じです。01番から03番までのカラーは元の唇の透け感が残る感じでしたが、こちらの04番はかなりしっかりと発色してくれて、元の唇の透け感はあまり感じないです。唇にのせてみると結構赤みが強い感じがするので、テラコッタカラーですがツヤがあることによって秋らしいイメージにはならずに春らしい軽やかさのあるカラーですね。続いてこちら05番のゆるし色です。こちらは新色の中でもかなり人気の高いカラーだそうです。先ほどの04番と同様発色がしっかりめのタイプですね。はい、05番ゆるし色はこんな感じです。手元で見た時よりもかなり青みの強いピンクカラーで、まさに説明の通りのキャンディーピンクという感じの発色ですね。最後はこちら限定色の101番白すみれです。今回はこの限定色がダントツで人気とのことでした。こちらは01番から03番のような唇の透け感が残るタイプですね。はい、限定色の101番白すみれはこんな感じです。手元で見た感じ01番とかなり近いカラーかなと思いましたが、限定色の101番の方が01番よりも発色がしっかりしているのと、かなり青みの強いような柔らかいピンクに発色しています。イメージとしては先ほどの05番のカラーよりも透け感がある感じです。質感や塗り心地などは定番色と同じでした。トリートメントラッピングリップ
全色を並べてみるとこんな感じです。手元で見た感じ、イメージが似ているかなと思ったカラーも、唇の上にのせてみると全然発色が違くて、それぞれすっくらしい絶妙なカラーが楽しめてとても可愛かったです。個人的には01番と03番が唇の上にのせた方がより可愛いなと感じました。最後、トリートメントラッピングリップの色持ちについてです。アイシャドウの単色塗りとアイラインのご紹介の間、約3時間ほど03番を塗ったまま過ごしていて、その後に何度かカップで飲み物を飲んだりと通常通り過ごしていましたが、やはりグロスタイプなので色持ちはそこまでいいタイプではないかなと思いました。塗りたてと比較するとこんな感じです。ただ長時間塗っていても乾燥してくる感じはしなくて、塗りたてのような滑らかな保湿感が続くので、保湿感と同時にツヤも保ってくれています。色持ちがいいタイプのリップというよりも、保湿ケアしながらカラーも楽しむという感覚で使うのにはぴったりかなと思いました。続いてニュアンスアイライナーの新色04番のボルドーをご紹介していきます。スックのアイライナーは初めてご紹介しますが、ペン先がフェルトタイプになっていてとても描きやすそうです。白さを加えたビーツのようなボルドーというカラー説明の通り、他のブランドのボルドーカラーよりも少し柔らかいくすみピンクのような発色が楽しめて、すごく可愛いカラーです。はい、こんな感じでカラーがわかりやすいようにしっかりとフルラインで引いてみました。目元に塗ってみると意外と白っぽいピンクという発色ではなくて、かなりパープル寄りのボルドーカラーというイメージですね。ブラックのラインを引いた時のような目元の引き締め効果もちゃんと叶えてくれます。引きで見るとよりパープルっぽさがわかりやすいかなと思います。では続いてシグニチャーカラーアイズ新色2色をご紹介していきます。まずは12番のくるみ染めです。1色ずつ単色塗りをしてカラーを見ていきたいと思います。まずは左上のカラーです。1色目はこんな感じで、まぶたに透け感を残しつつ、ホワイトと淡いブルーのラメがちらちらと輝いて綺麗ですね。はい、1色目左上のカラーはこんな感じです。指で何度かしっかりと発色させましたが、ベースのカラーはかなりナチュラルですよね。粉質は少し固めなので、ラメ飛びなどは気にせずに使いやすいと思います。続いて右上のカラーです。こちらのカラーはマット質感ですね。指で塗っても濃くなりすぎないので、かなり使いやすいです。はい、2色目右上のカラーはこんな感じです。表面がつるっとしたような質感のマットで、粉っぽくならずに綺麗ですよね。指で塗っても発色は濃くなりすぎずに、絶妙に目元に陰影をつけてくれています。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラー。こちらのカラーも先ほどと同様マットタイプですね。発色はかなりいい方ですが、こちらも肌に馴染んでくれるタイプの粉質なので、指でぼかしていけば綺麗にグラデーションになっていきます。赤みを感じるブラウンがとても可愛いですね。はい、3色目はこんな感じです。こちらも先ほどのカラーと同様のマットタイプですが、こちらは表面がつるっとしたマットタイプではなく、ふんわりとぼけていくようなマットタイプなので、この絶妙な赤みのあるブラウンカラーと相まってかなり春らしくて可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらはグリーングレーのディープカラーということで、このパレットの中でもかなり発色がいいです。少しずつのせていけば指で塗っても全然濃くなりすぎずに綺麗なラメを楽しむことができます。はい、4色目はこんな感じです。ブルーグリーンのニュアンスも感じるようなグレーカラーがしっかりとベースに発色して、その上にゴールドやシルバーなどのラメが輝きます。パレットで見るともう少しラメがザクザクと乗る感じかなと思いましたが、まぶたの上に乗せてみると意外とラメは控えめでした。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは12番のくるみ染め全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。
アイシャドウの他にもカラーアイライナーとトリートメントラッピングリップの色も合わせてご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。この絶妙な陰影をつけてくれるカラーをベースに塗っておくことで、目元に立体感を与えてくれます。カラーも濃くつきすぎないので、ベースとしてもすごく使いやすいです。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシの S に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと発色させていきます。ブラシで軽く撫でるようにカラーを調整しながらのせていきます。ベースに肌なじみのいいベージュブラウンを塗っているので、意外とカラーが強く出すぎなくて使いやすくなります。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとラメを出していきます。さらに透明感がアップしてクリアな目元に見せてくれます。最後に左下のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にブラウンを入れていきます。はい、アイシャドウだけのグラデーションの状態だとこんな感じです。その上からニュアンスアイライナーの04番ボルドーを重ねていきます。目尻3分の1に跳ね上げラインで使っていきます。最後、トリートメントラッピングリップは02番の淡羽色を合わせていきます。目元にしっかりとカラーを使ったので、リップはナチュラルなカラーで全体をまとめていきます。はい、シグニチャーカラーアイズ12番のくるみ染めは、トリートメントラッピングピンクの02番とアイライナー04番を組み合わせてメイクするとこんな感じです。まず目元は寒色系のブルーグリーンのカラーが少しクールな印象になるかなと思いましたが、下まぶたにしっかりと赤みを感じるブラウンを組み合わせたり、ニュアンスアイライナーのボルドーを組み合わせることで赤みが足されてクールな印象の中にもほんのり色気を感じるような目元に仕上がったかなと思います。プラスした赤みもくすみニュアンスなのでとてもおしゃれな印象に仕上がっていますよね。リップはヌーディーなブラウンカラーでまとめてバランスをとってみました。この組み合わせおしゃれな大人っぽさが出てすごくおすすめです。続いて13番のランマン爪です。まずは単色塗りでカラーを見ていきます。まずは1色目、左上のカラーです。1色目は先ほどの12番のパレットと同様、ナチュラルなベースにラメを楽しめるカラーです。こちらはベースにもほんのり柔らかいピンクのカラーがついていて、とても春らしくて可愛いですね。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じです。柔らかいピンクのベースにゴールドやレッド系の大粒ラメがキラリと輝きます。12番のパレットよりもさらにラメの粒が大きいので、かなり華やかな目元に見えて春らしくて可愛いです。続いて2色目、右上のカラー。ナチュラルな発色のマットタイプですね。こちらもつるんとしたマットのタイプなので、12番のパレットと同じテクスチャーの構成なのかなと思います。少しピンクのニュアンスも感じるようなナチュラルなベージュブラウンというような発色ですね。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じです。一見12番のパレットの右上のブラウンと似ているかなと思いましたが、こちらの方がピンクのニュアンスも感じるような、より柔らかいベージュブラウンカラーでした。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、左下のカラーです。こちらはリッチオレンジというカラーですね。発色もしっかりとしているマットタイプで、赤みが強いオレンジカラーがしっかりと発色します。はい、3色目はこんな感じです。かなりしっかりとした発色のレッド寄りのオレンジカラーで、一気に春らしい目元に見せてくれますね。ふんわりとしたマット質感なので、濃いめのカラーですが、そこまで強くなりすぎないところもポイントです。最後、右下のカラーです。こ
ちらもしっかりとした発色のカラーのベースに上から微細なラメがのります。こちらは青みを感じるパープル寄りのピンクで可愛らしいですね。はい、4色目はこんな感じです。こちらはパープルピンクのようなベースのカラーで透明感をぐんとアップさせてくれます。上からゴールド系のラメもキラキラと輝くので、感触に寄りすぎなくて春らしい温かみも感じられます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では続いて13番ランマン染め全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーをマックのアイシャドウブラシに取って、アイホール全体に薄くのせていきます。結構発色がしっかりとしているので、こういった毛足が長めのブラシに取ってふんわりと発色させていきます。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。このパレットの中で一見反対色に見える2色ですが、どちらも春らしい明るいニュアンスがとても可愛いので、組み合わせるとこんな感じで柔らかいけれど程よい深みが出てとても可愛いです。スックはこういった反対色のカラーも組み合わせやすいところが使いやすいですよね。続いて左上のカラーを指に取って、上から全体的にラメをかけていきます。右下のカラーは意外とラメは抑えめなので、上からしっかりとこちらのラメをかけていきます。最後に右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体に入れていきます。上まぶたは明るめのカラーで作ったので、下まぶたにブラウンを入れて全体を引き締めていきます。ピンクのニュアンスを感じるブラウンなので、そこまで暗くなりすぎないです。はい、アイシャドウだけのグラデーションだとこんな感じです。この上にカラーアイライナーを出していきます。ピンク系でまとまっているので、このアイライナーとの相性もすごくいいですよね。最後、リップは限定色の101番白すみれを合わせていきます。青みのニュアンスも少し効いているアイシャドウなので、こちらの限定色との相性もいいですよね。はい、シグニチュアカラーアイズ13番ランマン染めとトリートメントラッピングリップ限定色の101番白すみれ、そしてニュアンスアイライナーの04番を組み合わせるとこんな感じです。目元はまさに春らしいオレンジとピンクの組み合わせで、ふんわりとしたマットの柔らかいベースの上に大粒のラメを重ねることで目元に立体感を出しています。アイラインも意外とパープル寄りの発色だったので、このアイシャドウとの組み合わせもすごく馴染んでいていいですよね。リップの質感もツヤ感と透け感があるので、より春らしさをぐんとアップしてくれますよね。青みのあるカラーと組み合わせることで、春らしさの中にも透明感もプラスしてみました。目元のツヤとリップのツヤがすごく綺麗だなと思います。はい、ではこんな感じで1月20日発売スック春カラーコレクションより新作のトリートメントラッピングリップ全色とシグニチュアカラーアイズの新色2色、そしてニュアンスカラーアイライナーの新色1色をご紹介していきました。春コレクションはいろいろなブランドから新作のリップが発売されていますが、発売前から特に楽しみにしていたのがこちらのスックのリップで、使ってみると意外とリキッドリップというよりもグロスのような質感で滑らかな保湿力が持続するところと唇の透け感が残る発色がとても可愛いなと思いました。今回は101番の白すみれ以外は全て定番色となりますが、定番アイテムも再入荷の見込みが立っていないとのことでしたので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。